こんにちは。今回はこちらのふわっと軽いショールのご紹介です。細い糸と大きい号数のかぎ針を使うことで軽く仕上がっています。春から秋にかけて長い期間使えるので、ぜひ編んでみてください。今回使用するのはパピーのニューツープライカラーナンバー237です。こちらと同じくパピーのキットモヘアファインカラーナンバー04番を使います。こちらの毛糸を2本取りにして編んでいきます。他の毛糸を使用される場合は、こちらの毛糸の長さと重さを参考に選んでみてください。今回はふわっと軽いショールがテーマなので、かぎ針の号数は6号から8号あたりがおすすめです。ご自身の手のきつさでかぎ針を選んでみてください。私は少し手がきつめなので 7.5 号 4.5 ミリの針を使って編んでいきます。編み目が見えやすいようにコットン糸を使って編み方の説明をします。糸の後ろにかぎ針を当ててかぎ針を回転させます。交差している糸を押さえて糸をかけ引き抜きます。糸端を引きます。次から鎖編みを編んでいきます。糸をかけて輪から引き抜き、鎖編みが一目編めたら今編んだ目の裏山にマーカーを入れておきます。鎖編みを12の倍数プラス一目編んでいきます。鎖編みが12の倍数プラス一目編めたら、ここから縁を1段編んでいきます。鎖編み一目で立ち上がり、今編んだ鎖編みを裏返して、このポコポコとした2つ目の裏山から細編みを一目に一目ずつ編んでいきます。裏山に針を入れて糸をかけ引き出し、糸をかけてかぎ針の上にある2本の糸を引き抜きます。これで細編みが一目編めました。今編んだ細編みの頭にマーカーを入れておきます。次の裏山にも細編みを編みます。左のマーカーが入っている場所まで細編みを一目に一目ずつ編んでいきます。左端のこのマーカーが入っているところが一番最後の目になります。ここにも細編みを編み、これで縁が編み終わりです。ここから模様編みに入ります。この模様は鎖編みと細編みでできています。編み方が4パターンあるので、A の編み方、B の編み方、C の編み方、D の編み方と4ブロックに分けて考えます。模様編み1段目の奇数段では A から編み始めて BCBCB と繰り返し D で終わります。偶数段では D から編み始めて BCBCB と繰り返し A の順に編んでいきます。模様を左右対称にするため、端の手前の模様は毎回 B の編み方になります。各段ごとに字幕を入れていますので、編める方はそちらを見ながら編み進めてください。初めての方は私と一緒に編んでいきましょう。模様編み1段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを3目編み、鎖編み3つ目にマーカーを入れておきます。編み地を回転させて鎖編みをさらに4目編みます。合計7目鎖編みが編めました。前段の一番端の細編みは鎖編みが編んであるので、その隣から2目飛ばし、3つ目にかぎ針を入れて細編みを編みます。ここからは繰り返しの編み方になります。細編みを1目編み、
鎖編みを1目編んで、前段の細編みを1目飛ばし、細編みを1目、鎖編みを1目、前段の細編みを1目飛ばし、細編みを1目、鎖編みを1目、前段の細編みを1目飛ばし、細編みを1目編みます。これで全部で細編みが4目編めました。これが B の模様編みになります。次に C の編み方をします。鎖編み7目を編んで、前段の細編み5目を飛ばし、ここから B の模様編みになります。細編みを1目、鎖編みを1目、1目飛ばして細編みを1目、この細編み、鎖編み、1目飛ばすを3回繰り返し、細編みを1目編みます。これで B の編み方が終わりです。次は C の模様を編んでいきます。鎖編みを7目編み、前段の細編み5目を飛ばし、ここから B の模様編みになります。細編み鎖1目飛ばすを繰り返して、全部で細編みを4回編みます。細編みが4回編めて端まで編み進めたところです。今こんな見た目になっています。前段の細編み残り3目のところまで来たら、ここから D の端の模様を編んでいきます。鎖編み4目を編んで、前段の細編みを2目飛ばし、マーカーの入っているところに長編みを編みます。かぎ針の上に糸をかけて、前段の細編みに針を通し、糸をかけ引き出し、糸をかけて2本引き抜く、糸をかけて2本引き抜く。これで長編みが編めました。これで模様編み1段目が編み終わりです。2段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、編み地を回転させて、前段の鎖編み4目のスペースにかぎ針を通し、細編みを編みます。今編んだ細編みの頭にマーカーをつけておきます。鎖編み4目を編んで、次からは繰り返しの編み方になります。前段の鎖編みのスペースに細編みを編みます。前段の細編みを割ってしまわないように気をつけながら編んでいきます。前段の鎖編みのスペースにかぎ針を入れます。細編みを1目、鎖編みを1目、1目飛ばして細編み、鎖編み、1目飛ばして細編み。これで細編みが3回編めました。次は鎖編み4目を編んで、前段で編んだ鎖編み7目のスペースにかぎ針を入れて細編みを編みます。次は鎖編み4目を編んで、また前段の細編みと細編みの間にある鎖編みのスペースに細編みを編みます。
これで細編みが3回編めました。次は鎖編み4目を編んで、前段で編んだ鎖編み斜めのスペースにかぎ針を入れて細編みを編みます。次は鎖編み4目を編んで、また前段の細編みと細編みの間にある鎖編みのスペースに細編みを編みます。今から端の模様を編んでいきます。最後は鎖編み4目を編んで、前段の鎖編み3目のところにマーカーが入っていると思うので、ここにかぎ針を入れて細編みを編みます。かぎ針の上には鎖編みの向こう側の半目と裏山が2本ある状態で細編みを編みます。これでこの段は終わりです。B の模様編みは中央の部分から模様を編み始めて、どんどんと模様が小さくなっていると思います。一方 C の方は模様の先端の部分から編み始めているので、今からどんどんと模様が大きくなっていきます。3段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編み1目を編んで編み地を回転させます。もう1目鎖編みを編んで、合計2目鎖編みを編んだことになります。この鎖編みのスペースにマーカーを入れておきます。前段の鎖編み4目のスペースにかぎ針を入れて細編みを編みます。鎖編み4目を編んで、次からは繰り返しの編み方になります。前段の鎖編みのスペースに細編みを編みます。前段の細編みと細編みの間に鎖編みがあるので、ここにかぎ針を入れます。細編みを1目編み、鎖編みを1目編んで、1目飛ばし細編みを編みます。これで細編みが2目編めました。鎖編みを4目編み、前段の鎖編み4目のスペースにかぎ針を入れて細編みを編み、鎖編み1目を編んで、また前段の鎖編み4目のスペースにかぎ針を入れて細編みを編みます。鎖編み4目を編んで、細編みを1目、鎖編みを1目、1目飛ばして細編みを1目、鎖編みを4目編み、前段の鎖編み4目のスペースに細編み鎖、1目飛ばしてまた前段の鎖編み4目のスペースに細編みを編みます。繰り返し端まで編んでいきます。鎖編みを4目編み、端の模様を編んでいきます。鎖編み4目のスペースにかぎ針を入れて細編みを編み、鎖編みを1目編んで、このマーカーが入っている前段の細編みの頭に細編みを編みます。これでこの段は終わりです。ダイヤ型の模様がこんな風に少しずつできてきました。4段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編み1目を編んで編み地を回転させます。前段の鎖編みのスペースに細編みを編みます。
細編みが1目編めたらマーカーを入れておきます。鎖編みを1目編んで、前段の鎖編み4目のスペースにかぎ針を入れて細編みを編みます。次に鎖編み4目を編んで、ここからは繰り返しの編み方になります。前段の鎖編みのスペースに細編みを編みます。B の模様編みは中央の部分から模様を編み始めて模様がどんどん小さくなっています。C の方は模様の先端の部分から編み始めているので、今からどんどんと模様が大きくなっていきます。では続きを編んでいきます。鎖編み4目を編んで、前端の鎖編み4目のスペースにかぎ針を入れて細編みを1目、鎖編みを1目編み、細編みと細編みの間にある鎖編みの部分に細編みを1目、鎖編みを1目、前段の鎖編み4目のスペースに細編みを1目、鎖編み4目を編んで、細編みと細編みの間にある鎖編みの部分に細編みを1目、鎖編み4目を編んで、前端の鎖編み4目のスペースにかぎ針を入れて細編みを1目、鎖編みを1目編み、細編みと細編みの間にある鎖編みの部分に細編みを1目、鎖編みを1目、前段の鎖編み4目のスペースに細編みを1目、鎖編み4目を編んで、細編み、端の目を編んでいきます。鎖編み4目を編んで、鎖編み4目のスペースに細編みを1目、鎖編みを1目、前段の鎖編みの部分にマーカーが入っていると思うので、ここに細編みを編みます。これでこの段は終わりです。5段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、編み地を回転させます。もう1目鎖編みを編んで、この鎖編み2目の部分にマーカーを入れておきます。前段の鎖編みの部分にかぎ針を入れて細編みを1目編みます。鎖編みを1目編んで、前段の鎖編み4目のスペースにかぎ針を入れ細編みを1目、ここからは繰り返しの編み方になります。鎖編み7目を編んで、この B の模様は飛ばして、次の鎖編み4目のスペースに細編みを1目、鎖編みを1目、1目飛ばし細編みを1目、鎖編みを1目、1目飛ばし細編み、鎖編み、次は前段の鎖編み4目のスペースに細編みを1目。これで C の模様が半分まで編み終わりました。
細編み4目編んだところが模様の半分に当たります。次は鎖編み7目を編んで、B の模様はもうすでに半分完成しているので飛ばして、鎖編み4目のスペースから細編み鎖と3回繰り返し、鎖編み4目のスペースに細編みを編みます。鎖編み7目を編んで、端の模様を編んでいきます。前段の鎖編み4目のスペースにかぎ針を入れて細編みを1目、鎖編みを1目、前段の鎖編みのスペースに細編みを1目、鎖編みを1目、前段の細編みの頭にかぎ針を入れて細編みを1目編みます。これでこの段は終わりです。今こんな見た目の編み地になっています。B の部分は今からまた模様が出てくるところで、 C の部分は模様が半分編み終わった状態になっています。6段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、前段の鎖編みのスペースに細編みを編み、細編みが1目編めたらマーカーを入れておきます。鎖編みを1目、前段の鎖編みのスペースに細編みを1目、次に鎖編み4目を編んで、ここからは繰り返しの編み方になります。前段の鎖編み7目のスペースにかぎ針を入れて細編みを1目編みます。次に鎖編み4目を編んで、次の C の部分は模様がどんどん小さくなっていくので、鎖編みの部分に細編みを編みます。細編み鎖と2回繰り返し、細編みを1回編みます。こんな見た目で模様がどんどんと小さくなっていきます。鎖編み4目を編んで、前段の鎖編み7目のスペースにかぎ針を入れて細編みを1目編みます。鎖編み4目を編んで、細編みの間にある鎖編みの部分に細編みを1目に1目ずつ編んでいきます。次は鎖編み4目を編んで、細編みを1目、端の目を編んでいきます。鎖編み4目を編んで、前段の鎖編みのスペースに細編み、鎖編み、前段の鎖編み2目でできたスペースに細編みを編みます。これでこの段は終わりです。7段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを1目編み、編み地を回転させてもう1目鎖編みを編みます。この鎖編み2目のスペースにマーカーを入れておきます。前段の鎖編みのスペースに細編みを1目、
次に鎖編み4目を編んで、ここからは繰り返しの編み方になります。鎖編み4目のスペースに細編みを1目、鎖編みを1目、前段の細編みを1目飛ばし、また鎖編み4目のスペースに細編みを1目編みます。次は鎖編み4目を編んで、細編みを1目、鎖編みを1目、1目飛ばし細編みを1目、この編み方を繰り返し端まで編んでいきます。端の目を編んでいきます。鎖編みのスペースに細編みを1目、鎖編みを1目、前段の細編みの頭に細編みを編みます。これでこの段は終わりです。今こんな見た目になっています。8段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、前段の鎖編みの部分に細編みを1目編み、マーカーを入れておきます。鎖編みを4目編んで、次から繰り返しの編み方になります。細編み、鎖、1目飛ばすを2回繰り返し、細編みを編みます。鎖編み4目を編んで、細編みを編み、鎖編み4目を編みます。この編み方を繰り返し端まで編んでいきます。端の編み方になります。鎖編み4目を編んで、前段の鎖編みの部分に細編みを編みます。これでこの段は終わりです。9段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編み3目を編んで、今編んだ鎖編み3つ目にマーカーを入れておきます。編み地を回転させて、さらに鎖編みを4目編みます。合計7目鎖編みが編めたところです。次からは繰り返しの編み方になります。細編み、鎖編み、1目飛ばす、これを3回繰り返し細編みを編みます。次に鎖編み7目を編んで、 BCBC と編み方を繰り返し端まで編んでいきます。端の編み方になります。鎖編み4目を編んで、前段の細編みの頭に長編みを編みます。糸をかけて前段の細編みの頭にかぎ針を入れて、糸をかけ引き出し、糸をかけて2本引き抜く、糸をかけて2本引き抜く。これでこの段は終わりです。2段目から9段目の編み方を繰り返し長さを出していきます。段の数え方は鎖編み4目の部分を数えると数えやすいです。糸のつなげ方をご紹介します。
新しい糸端を右手に持って輪を作ります。糸端を下から上に通して今まで編んできた糸を輪の上から下に通します。つなげる糸の両端を引っ張って結び目を作っておきます。次に今まで編んできた糸をつなげる糸の上に乗せて、右にある2本の糸の下を通し、糸端を今できた輪の中に上から下に通します。糸を引っ張って引き締めておきます。2箇所結び目ができたら糸同士を引っ張って不要な糸をカットしておきます。結び目のところを手でなじませておきます。好みの長さまで編めたら8段目の編み方で編み終わってください。次に模様編み最終段を編んでいきます。立ち上がりの鎖編み3目を編んで3つ目にマーカーを入れておきます。さらに鎖編み2目を編んで合計鎖編みが5目編めているところです。細編み、鎖、1目飛ばす、これを3回繰り返し細編みを1目編みます。次に鎖編み5目を編んでまた細編み、鎖、1目飛ばす、これを3回繰り返し細編みを1目編みます。鎖編み5目、この編み方を繰り返し端まで編んでいきます。端の模様を編んでいきます。鎖編み2目を編んで前段の細編みの部分に長編みを編みます。これで模様編みの段は終わりです。縁の1段目を編んでいきます。鎖編み1目で立ち上がり、前段の長編みの頭にかぎ針を入れて細編みを1目編みます。次に鎖編み2目のスペースにかぎ針を入れて細編みを2目編みます。次は細編みの部分にも鎖編みの部分にも1目に1目ずつ細編みを編んでいきます。前段の細編みの部分に細編みを編み、鎖編みの部分にも細編みを編みます。次は前段で鎖編み5目を編んでいるところに細編みを5目編みます。この段では1目に1目ずつ細編みを編んでいきます。端の目を編んでいきます。鎖編み2目のところに細編みを2目編み、前段の立ち上がり鎖編み3目のところにマーカーが入っていると思うので、ここにも細編みを編みます。鎖編みの半目と裏山がかぎ針の上にある状態で細編みを編みます。これで編み終わりです。糸始末をしていきます。
糸始末できるだけの長さを残し糸をカットします。先端のゴマ編みの部分に糸を絡めながら糸始末していきます。余分な糸をカットし、編み始めも同じように糸始末していきます。はい、これでふわっと軽いショールの完成です。今回私は61目で編み始めて、縁の最終段では細編みを全部で2段編みました。横幅が26センチぐらい、2玉ずつ使用して長さが128センチになりました。今回はウールの糸とモヘアの糸2本を引き揃えて編みましたが、もう少し太いモヘアの糸を1本で大きいかぎ針で編むと同じような感じになるのかなと思っています。寒い時は首に巻きつけてこんな感じで使うこともできます。2つ折りにして使うとこんな感じの見た目になります。可愛い模様なのでぜひ楽しみながら編んでいただけると嬉しいです。この動画が何か一つでも参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。